どうも、カパラです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、軟水化のお話パート2っていうことなんですけど、ちょっと軟水化の前回動画をアップさせていただいたんですけど、見ていただけましたでしょうか。で、今回はそれの続きということでね、ちょっと疑問点が1個ありまして、これ本当にわかんないんですよ。なのでね、もし知ってる方いたら教えてもらいたいなということで動画を撮ってます。はい。前回ね、軟水化に関してのね、動画を撮ったんですけど、うちの水道水は水としては綺麗な方で、蒸発残留物も少なめで、塩素も0.3 から 0.4 と普通で、TOC から、TOC タンパク質みたいのもかなりね、かなり少なめだったかな。0. いくつだったかな ?5 とか4とか。そんな感じだったんですよ。割と綺麗なお水です。で、カルシウムだけね、新潟と比べたときに、新潟の水道水と比べたときにカルシウムだけ2倍ぐらいあったんで、これちょっとなんとかしたいなっていうのが一つと、うちあと水槽が、水替えをするためにね、黒ひげゴケが生えてくるんですよ。とにかく水替えをたくさんしようっていう、管理方法を僕はしたくて、ADA が推奨しているその管理方法ですよ。それをしたくて、水替えをたくさんするんですけど、水替えをたくさんすると、黒ひげゴケが生えるっていう、そのちょっと、なんていうんですかね、矛盾点があって、で、そこで、うちの水道水も ADA があるね、新潟県のような、超軟水にしたら、すごくね、水の管理というか、黒ひげゴケも生えづらくなるんじゃないかなと思って、今回ね、軟水化したいっていうことなんですけど、その軟水化についてね、ちょっといろいろ調べたんですよ。こんな感じですね。Google でやっぱ調べると、軟水化の仕組みってのがたくさんあるんですよ。で、軟水樹脂ってのがあって、それでイオン交換っていう科学的にね、カルシウム吸着するよっていう話なんですよね。そうすると水道水が軟水化されると。一応硬水って言われてるのが数値的には300だったかな。で、うち50ない、60、70、70ぐらいか。なので、全然軟水、世界的に見たら軟水なんですけど、そうなんですよ。世界的に見たら軟水なんですけど、アクアリウム的には、ちょっと高めかなと。80とかね。もっと高い地域たくさんあるんですけど、あまりにもね、新潟県のその軟水度合いがすごく綺麗すぎて、うちのね、3分の1程度のカルシウム、イオン濃度なんで、そのぐらいちょっと近づけたいなっていうふうに思ってるんですけど、これ軟水器の一応仕組みっていうことで、カルシウムとかマグネシウムを軟水樹脂を通すと吸着すると。その代わり、ナトリウムを水中に放出するそうなんですよ。ナトリウムイオンを。ナトリウムイオンを水中に放出するそうなんですけど、これでいいんですかね。ナトリウムイオン残しちゃっていいんですかね。一応塩の成分って NaCl で、塩素イオンと、結びつくと NaCl で、多分塩が出てくると思うんですけど、ナトリウムイオンだけ水中に放出されるっていうことでいいんですかね。軟水器だけつけると、ナトリウムイオンが上がるとかないですかね。ちょっと、その辺がわからなくて、ナトリウムイオンを選択的に吸着とかしなくて大丈夫なのかなっていう、そこがちょっとわからなくて、ぜひね、ちょっと聞きたいというか、ナトリウムイオンを吸着する吸着剤ってのも一応あるみたいで、ナトリウムイオンの吸着は脱イオン技術とか言って、いろいろあるみたいなんですけど、うちちょっと設備的に RO 膜を導入、RO 膜ってあるんですけど、RO 膜はちょっと導入できないかなと。RO 装置ね。RO 装置って結構コストかかるし、RO って逆ろ過
逆ろ過浸透膜だっけな。なんかコーヒーのろ過フィルターみたいな、コーヒーのフィルターみたいな感覚ですよ。あれに無理やりこう圧力でビューって通して、でいろんなねイオンとか、雑菌とかをこすぎ落として、で、綺麗な水を取り出すっていうね、そういった装置があるんですけど、RO 装置はちょっときついなと。これは無理ですね。うちでちょっと置けないんですけど、なので、手軽のね、軟水機だけ、置こうかなと思ってるんですけど、軟水機置くとナトリウムが水中に放出されるそうなんですよ。これで大丈夫なのかなと。これがちょっとわからないんですよ。だからここをちょっと、もし知ってる方がいたらね、教えてほしいなと思って。ナトリウムイオンだけ水中に放出されることがよしなのか。全然気にしなくていいよって。全然大丈夫。みんなそれやってるよって言うんだったらもう全然、僕もそれでゴーしますけど、どうなんですかね。ちょっとその辺教えていただけると嬉しいんですけど、他に使うべきものがあるんであればね、教えてほしいなと思って。本当に軟水樹脂だけで、軟水化は、できると思うんですけど、それ軟水化をすることでナトリウムイオンが、代わりにね水中に放出されちゃうんで、その辺をちょっとどう扱っていいのかちょっとわかんないんでね、教えてくれると嬉しいなと思ってます。で、ちょっとここでねコメント、読ませていただきます。前回コメントいただきましたパパキングさん、自宅の水道水を GH の試薬で測定しておくと、軟水機の効果がわかりますよと。水替えしない水槽と、水替えをしている水槽の GH を測ればコードと黒ひげゴケの因果関係に目星がつきそうですね。っていうことですね。で、関越自動車道の谷川岳パーキングエリアで無料で汲める、天然水が焦点物でしたよということでした。はい。そうですね。GH 測ればね、確かに、コードと黒ひげゴケの因果関係、つきそうですね。この辺ちょっと調べてみるのも面白いかもしれないですね。軟水化した時にはやっぱり、ちゃんとね、評価としてね、数値の測定、前後で比較はやっぱしておきたいなと思ってます。で、あと、谷川岳パーキングエリアで無料で汲める天然水が焦点物ということで、飛ぶぞということで、皆さん、ぜひね、試してみてください。ぜひ試して、飛んだら教えてください。はい。ちびはらあかさん、コメントありがとうございます。新潟在住のものです。めっちゃ羨ましい。水替えサボって黒ひげさんたくさん育ててしまってますがと。TDS はだいたい30前後ぐらいはすごいですね。80とか90あるんですけど、ロタラ系は育ちやすくて、パールクラス系はコードを考えないとちょっと育たないですってことみたいですね。で、ただ不思議とコードを考えなくても南沼エビは爆食するんですよねと。水道水ダバダバ入れてるのに、あやつらは不死身かと。で、ちなみに会社がある地域の浄水場のデータを見ると、残留塩素 0.4 から 0.5、マグネシウムカルシウム濃度21から44、pH7.7、TOC0.3 から 0.7、蒸発残留物57から111となってます。振れ幅大きすぎなんじゃということで、お休みっていう、お休みっていう顔文字がついてますね。考えるとね、頭痛くなるんでね、こういう数値系ってのはね。で、コードでね、南沼エビ爆食すると。コード考えなくても南沼エビは爆食してるってことなんですけど、なんかやっぱり軟水なら軟水で、コードが、必要なね、水草がなかなか育たないっていう、そういったこともあるみたいですね。だから液肥の添加とかしていかないといけないのかな。それまた難しいんですけどね。GH を液肥で管理するというような感じになってくるんでしょうか。このあたりはちょっと軟水化した時に初めてね、わかる、悩みなのかもしれませんね。硬い水草ってやっぱり、コードが必要なんですかね。とちひろぐさん、亀と魚とコリドラスさん、はい。
コメントありがとうございます。軟水化すごく憧れますと。自分が住んでる九州は、火山が多い影響でどうしても高度が高い地域がほとんどです。やっぱり水替えしても黒ひげゴケが出やすいです。困った時はグレインソフトを外部フィルターに入れて高度を下げてますということですね。そうですよね。フィルター本体に、軟水化するね、ソフト系のものを、ソフト系のなんとかソフトとかついてるね。露剤を入れると、高度が下がるっていう吸着剤みたいなもんですよね。それを入れて、うまくやられてるってことで。確かに、ちょっと軟水樹脂ってね、コスト的にどうなんですかね。値段的にね。もしかしたら、外部フィルターにそういった露剤を入れた方がね、安く済むのかもしれませんね。マンジーさん。違うか。これ、アイコンが、マンジーって言って喋ってるような雰囲気なんですかね。軟水化だけではきっと我慢できなくなって、純水化することになりそうですね。RO フィルターかな。イオン交換樹脂。チャームさんは RO でやってるみたいですよね。動画もあるしってことですけど。RO フィルターは確かに憧れますね。そう、憧れはあるんですけど、無理かな。コスト的にね、結構、難しいかな、RO フィルターはね。カセタとプレフィルターだけでも、それだけでも、導入を踏みとどまってるぐらいなんで、そうですね、難しいかもしれないですね。超純水化。そこまでは、もしかしたらしないかもしれないです。割とうち水道水、綺麗な方だと思うんですけどね、東京都の中でも。かなり田舎の山の方に住んでるんで、その分ね、ちょっと上流の方ね、上流の方で、水取ってるんで、うちの水道水の水域ね、結構川の上流の方なんですよ。なので、その分ちょっとやっぱ高度が低いというか、ある程度は、アクアリウム的にはやりやすい環境なんじゃないかなとは思いますけど、はい。ニャーマン紹介さん。うちの田舎が新潟の隣の野沢なんですけど、製氷機の氷が透明でしたってことですね。うわ、羨ましい。氷、綺麗な氷でかき氷食べたいですね。うちの水草水槽は、幸いにも水道水の水替えでも黒ひげゴケは発生しませんが、厄介なエビ、スラベシをやり始めたので、水について勉強中です。私自身の知識範囲では、アクアリウムの、浄水器は軟水 RO 純水とあるみたいです。浄水器によって不純物を取り除いての話ですが、イオン交換での軟水は TDS が変わらず pH が下がる。なるほど。これはあれですかね。カルシウム系のイオンが吸着されると、TDS が変わらずだから、イオン交換だから、透過交換みたいなもんですかね。不純物として捉えてカルシウムを。それを吸着させて、またナトリウムイオンを同等のナトリウムイオンを放出するから、TDS それで変わらないっていうことなんですかね。で、pH が下がるってことで、pH が上がるといえば、炭酸カルシウムですかね。炭酸カルシウムが、アルカリなんで、炭酸カルシウムが量が下がるってことは、pH が下がるってことなんですかね。ちょっとその辺よくわかんないですけど、RO と純水はほぼ一緒なんですが、RO は物理的に取り除く、純水器は科学的に取り除くかなって理解です。ただ、軟水浄水器は使用するものによって水草育成に必要なものも取り除くようです。うちのエビ、白べし水槽は湯沸かし器の水も使用できません。湯沸かし器は導管が使われているためエビが星になります。マジか。なので、エビ水槽に関しては水道水を純水化して添加剤で水を作ってます。これはすごい難しそうですね。また某メーカーの社長さんとやり取りした結果、純水の扱いもいろいろ難しいみたいです。pH7 の水でも、中の成分でも、水でも水草が育つかわからないと、カプアーさんのこれからの動画を楽しみにして
にしていますということで、どうもカプラです。難しそうですね。なんかすごい難しいことをしてますね。こういう悩みが軟水をすると出てくるっていうこともあるんでしょうね。これはまた軟水は軟水で悩みがありそうですね。なかなかちょっと僕わからないことが多いんで、なんかこれに関してコメントできないんですけど、白飯っていうエビが、かなり難しいということですね。他にもやってる方いらっしゃるんですかね。どうなんでしょう。ちなみにうちの浄水器は、一応ついてるんですけど、アルカリイオン水みたいなのが出るやつね。一応浄水器ついてるんですけど、あれは物理ろ過になるのかな。活性炭フィルターがついてるんで、あれ一応吸着なんで、物理ろ過になるんですかね。あと、どん兵衛さん。アクアリウムを本格的に始めて1年が経とうとしていますが、YouTube の動画を見ても参考にならないと思い始めたのは、水道水の高度が利根川水系は特に高いと。TDS120 オーバーという知識があったからですが、最近それを指摘される方が多くなり確信に至りました。山形県は TDS60 くらいらしいと。せっかく洗車用の純水器があるので、そんなのもあるんですね。ちょうど活用しようと思っていたところです。これからも動画更新に楽しみにしております。ということで、コメントありがとうございます。車用の純水器ってのがあるんですね。カルシウムがやっぱ、あれですかね。車洗う時でも蒸発すると、白くね、白出しちゃうんですかね。ミネラル分が多いと、水草の育成にね、が難しくなるっていうことみたいですね。なかなかそのあたりは難しいんですね。割とそんなに苦労せずアクアリウムを、やれてる方だとは思うんですよ。うちの地域、水質的に。なのでそこまであんまり考えたことはなかったんですけど、最近ね、ちょっとレイアウトを凝って作ることを、してまして、ここ何年かしてるんですけど、黒ひげゴケがやっぱり水替えをね、すると出てくるってことで、水替えをしない水槽っていうのを今、作ってます。本当に水替えしない。蒸発したら水を足すだけ。で、魚もあまり入れてないんですけどね。だから、水替えを極力しない水槽では、確かに黒ひげゴケは生えてないといったことで、やっぱりそういう水替えがね、影響してるっていうのは少なからずあるのかなっていうのをちょっと納得せざるを得ないっていう、感じなんですけど、そんな水槽がうちにもあります。なのでね、やっぱり水道水って結構テーマになっているのかなと、アクアリウムやる上でね。で、もしね、うちがちょっと軟水化できればね、高度に関しては、うちのこの軟水化した上でこういう水系を作りましたとかね。で軟水化した上でこういった液肥を週に1回足してますとか、高度を維持するために、例えば液肥をね、総合液肥を入れてますとか、そういったことをちょっとね、皆さんにねお伝えできるのかなというふうなことを思ってます。液肥を使う時もなんかカルシウム濃度は足りてそうなのに、なんとなくこうマグネシウムとかそっちの方をプラスしたいなっていう時に選択的にこう入れるっていうのがなかなか難しいじゃないですか、微量元素って。だから、カルシウム上げたくないのに、カルシウム上げたくないのに微量元素、他の元素が欲しいから微量元素の液使うとカルシウムも上がっちゃって黒ひげゴケもはって入っちゃったみたいないうことも結構ありましたし、なかなかね、だから純粋の方がそういった液肥のコントロールって結構しやすいのかなっていう、足したいように足せるっていうね、なかなかいいバランスで足せるんじゃないかなっていうふうにちょっと思ってます。海外の動画でも見るのもやっぱりね、タップウォーター結構使ってるんで、実際にね、水道水っていうより、しっかり、純水化したもの、イオンをできるだけ取り除いた水を、アクアリウム用に使って液肥バンバン加えてるみたいな結構映像を見るんで、綺麗な水槽を管理してる
映像を見るとね。だからやっぱそういうのが必要なのかなってちょっと思ってます。はい。ということでいかがだったでしょうか。今回はね、軟水化したいぞということで、パート2ということで、軟水化した時に出るナトリウムイオン、これを一体僕はどうすればいいのか。そのまま放置しちゃっていいのか、それともナトリウムイオンを放置してしまうと、水草が枯れちゃうとか、いろんな不具合が出る可能性があるのかとか、その辺をちょっとね、経験談とか、もし聞けたら嬉しいなと。聞いた話でもいいですしね。そのあたりちょっと教えてくれると非常に嬉しいです。ちょっとより良いね、水質環境を整えるのに。もしね、うち例えば軟水樹脂だけつけて軟水化した時に、例えばもう全部の水槽がダメになっちゃったとか、そうなると悲しいですからね、ちょっとこの科学の力をやっぱり取り入れる時には、それなりにちょっと事前にやっぱ調査してやらないと、科学の力っていうのはかなり強いですからね。この間のクレーンさんみたいに、よく調べないでね、20% の濃度とかでやっちゃうと、アヌビアスとか枯れちゃう可能性もありますからなので、よく調べてね、よく皆さんの経験とかちょっと教えてくれるとね、なかなか Google とかでもナトリウムイオンだけ取り除く方法とかも載って、ちょっとよくわからなかったんですよ。なので、もし教えていただけるとめちゃめちゃ嬉しいです。はい。ということで、いかがだったでしょうか。今回はね、以上になります。もしね、この動画、この動画のね、皆さんつけていただいたコメント、見てね、ちょっと役に立ったよとかね、皆さんのコメントのおかげで、ここの情報役に立ちましたとかありましたら、グッドボタンね、高評価よろしくお願いします。またね、コメントもたくさんお待ちしております。ぜひぜひそのコメントを見た上でね、皆さん、動画を見た方の役に立つこともありますので、ぜひぜひ、情報共有ね、していただけると、とてもより良いコンテンツになるかなと思っております。皆さんのコメント楽しみにお待ちしております。ということで、今回は以上です。はい、もう終わりです。はい、ということで、アクアリウム楽しんでまたやっていきましょう。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。